ちょっと今、緊急で動画回してるんですけど、ファッションに関する、ある一つのダウトを暴露します。リーバイスのヴィンテージジーンズ、いわゆる66前期のシルエットの話なんですが、ヴィンテージジーンズの中でも、66前期だけは、裾先に向かって徐々に細くなっていく、テーパードが効いた、綺麗なシルエットだ。モダンなシルエットだ、なんて言われていますよね。これが実は、ダウトだったという話です。本当か、いい加減なこと言うなよ。なんて思うかもしれませんが、証拠付きで、きっちり晒していきます。実際はそんなことないのに、なぜ66前期のシルエットだけが、モダンなシルエット、テーパードシルエットだと言われ続けているのか、考えられる理由についても晒していきたいと思います。まずは、66前期のシルエットだけがテーパードが効いているわけではないという証拠から、ウエストサイズが同じ、66前期と WX を比較します。これは WX、いわゆるギャラなし紙パッチの年代。1960年代前半に製造されたものです。こちらが66前期。色が濃い方が WX、薄い方が66前期です。まずはウエストサイズを計測します。WX、ウエスト、平置きで40センチ、×2で80センチ。66前期、同じくウエスト、平置きで40センチ、×2で80センチ。ウエストサイズが同じということをもって、シルエットの検証をするための要件を満たしているということをご報告いたします。レングスサイズに関しても73センチで同じ長さになっています。WX はオリジナルレングス、66前期は裾上げをしておりますが、比較するにあたって影響がないという証拠も後ほどきっちり晒していきます。それでは各箇所のサイズを計測していきます。まずは太ももの付け根部分、渡り幅。66前期、29センチ。WX、29センチ。続いて、裾幅。66前期、20センチ。66前期については、裾上げをしていますが、裾上げ前も20センチでした。裾上げしたことが、シルエットの検証結果に影響しないことをご報告いたします。WX は、推定ですが、オリジナルレングス、裾上げを行っていない個体です。裾幅は同じく20センチでした。続いては、膝下部分。66前期、22センチ。WX、22.5 センチ。最後に、膝上、もものあたりを計測します。66前期、24センチ。WX、24センチ。膝下部分にわずかな差はありましたが、66前期だけがテーパードシルエットではないということが証明できたのではないかと思います。66前期と60年代の WX を比較したときに、生地の厚みや色落ちは明確に違いますが、よく言われるシルエットに関しては、並べてみても、履いてみても、違いを感じることはできません。それではなぜ、66前期だけが、テーパードがかった、綺麗なシルエットだとピックアップされているのでしょうか。これについては、証拠がないのであくまで推測ですが、理由が2つ考えられます。一つは、サイズが合っていないだけ説。WX やビッグ E など、玉数が少なく、価格が高いモデルは、予算内で買えるのが大きめサイズしかなく、オーバーサイズで履く人が多かった。
当時の流行りもあったのかもしれません。66前期になると、比較的数が多く、サイズも選べるので、サイズが合っている状態で履ける人が多かったから、シルエットが綺麗と言われるようになった。66前期はジャストサイズで履く人が多いから、シルエットが綺麗に見えるだけ、という説。もう一つは、いわゆるレプリカブランドによる戦略。レプリカブランドは、より多くのジーンズを売るために、何種類かのシルエットを用意する必要があった。リスペクト、オマージュ、などというワードを用いながら、当時のリーバイスを再現。そのまんまの位置や形の赤タブやアーキュエートステッチなど問題になりましたよね。本当はそんなことないのに、66前期をテーパードシルエット、細身のモデルと位置づけて販売。今でもいくつかのレプリカブランドが66をイメージして作ったという細身のモデルを販売しています。66イコール細身のシルエット、シュッとした綺麗なシルエットという認識が徐々に広まり、ヴィンテージのリーバイスの66前期も同様の位置づけになったのではないか。というのが二つ目の説です。いいところついてると思うのですが、いかがでしょうか？50年代より前の501に関しては、テーパードなしのシルエットのものもあると思いますが、60年代の WX 以降、ビッグ E、66前期、後期まではシルエットに関してはほとんど同じ、というのが実際のところなのではないかと思っています。個体差とも取れるレベルの、ほんのわずかな違いを強調することで、ただのパクリではない、というのがレプリカブランドのやり口なのかもしれません。さて皆さんは、どう思いますか？ジーンズに限らず、巷で、長い間当たり前とされていることが、実は全然そんなことない。なんていうこと、結構ありますよね。業界と何の関係性もないので、忖度する必要もないし、これから何もかも含めて、どんどん晒していきたいと思っています。ご興味のある方は、チャンネル登録お願いします。